皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋ウォーズで実践実況対局の方をやっていきますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速対局の方を始めていきたいと思います。今回はですね、音声の方加藤一二三九段にしてあります。いつも通りですね、10分切れ負けの方でやっていきます。あなたが後手です。後手番ですね。初段の方との対戦になりました。相手の方、振り飛車が得意戦法ということでね、6六でしたね。どうしますかね、ちょっと相振り飛車やってみますか、今回は。三間飛車。三間飛車ね、中田先生と大山先生がね、出てきましたね。まあ、この3二飛車ではね、8四歩とつけば、まあ、いい振り飛車対いい飛車というか、まあ、私の方がいい飛車というか決まるんですけど、この3二飛車でね、私の方がこう、まあ、相手の方がこうですね、相三間飛車の形ですね、まあ、相振り飛車を振ってくれば、まあ、相振り飛車を辞さずというね、構えですね。逆に相手の方がこう7八飛車を回らないでね、居飛車を選択するという指し方もあるところですね。はい、3八金ですか。まあこれは振り飛車、相振り飛車特有の手ですね。普通の三間飛車ですとあまりこういう金はね、上がらないことが多いんですよね。わかりやすく一歩交換しに行ってみますかね。まあ、この歩交換はそうですね、銀上がり相手の方強い方ですね。はい。こう、手順にこう3七歩成と成らせて同銀とね、盛り上がっていこうという考え方ですね。まあ、私の方もね、取ると銀が盛り上がってくるので、できれば相手の方から取ってほしいという、お互いにこの3筋の地点がね、相手に取ってほしいという状況にもなってます。で、まあ、こう、飛車の先の歩でね、ぶつかってて怖いようですけど、相手の方もこう、金銀でね、金銀桂と3枚守ってますから、なかなかこれをね、崩しきるというのは、私の方も大変ですね。で、相手の方も飛車先の方をついてきました。まあ、どうしますかね、これやっぱり、結構、どういったね、駒組みにするかっていうのが一つポイントなんですよね、相振り飛車の時にね。相手の方はこう矢倉の形になっているんですけれど、私の方は玉形をね、どうするか。今こうなったのは、こう飛車を置く準備です。まあこう、できれば取って欲しかったんですけれども、相手の方がね、取らないで対応してきたので、まあ一回なってから3四飛車ということで、まあ単に浮いてしまうとね、そこで取られると、一手損するような形になるので、一回なってから飛車を置くと。で、飛車を置いた理由としてはね、この端のね、すみません、横のね、横利きで、相手の方のね、歩交換を防いだ形です。で、私の方は美濃囲いにしていますかね。相手の方は、矢倉系で、私の方は美濃囲いで。ただね、相振り飛車の矢倉って非常にね、相振り飛車の時に有力なんですよね。矢倉囲いっていうのは、普通振り飛車で矢倉囲いってないんですけれども、矢倉囲いはやっぱり上部に強いので、こういった相振り飛車の時には非常にね、矢倉というのは有力な指し方になります。私の方は美濃囲いですね。まあ、私の方の陣形の方がどちらかというと、まあ、なんですかね、対、まあ、居飛車、普通に居飛車対振り飛車のね、側の、囲いとしてね、よく見かけるような囲いですよね。大体の方はこれはちょっとこう、矢倉系のね、まあ、ちょっと独特な、相振り飛車独特な形ですね。まあ、やはりこう金銀がこうなんていうんですかね、こう上部に出てきてますから、まあ、なかなかやっぱこの飛車1枚でこの辺のね駒がやっぱり金が使われてる部分を突破していくっていうのはなかなか大変です。まあ、結局のところ私の方もねこの3一の銀とか、まあ、2二角の3三桂とかねこの角銀桂を使っていかないと飛車1枚ではやっぱり突破は難しいという感じですね。まあ、一応、そうですね、銀が出てきてこの飛車に圧力をかけてこられました。場合によっては4五銀とね出てくる可能性がありますね。まあ、出てくるかもしれませんが、銀上がってますが、これ4五銀と来る可能性もありますね。はい。4五銀でしたら、まあ、8四飛車と回って、角頭のね、こう下成りを見せる手とか、まあ、縦に引くとかね。玉ですか。玉は冷静な、手ですね。相手の方すごい落ち着いて強い方ですね。どうしますかね、金上がってみますか。美濃囲い。やはりね、こうなってみると、まあ私の方がこう飛車の先のね歩が交換できたのは主張なんですけれども、まあ、相手の方はね飛車先の歩が交換できたんですけど、この金銀の盛り上がりがねかなりまあ大きいですよね。この子ついてみますかちょっと。やっぱり金銀がこう飛車に近いので3四の飛車がまあこう一応後継ではあるんですけれども、なんか銀に狙われそうなね感じですよね。これがやっぱり矢倉の特徴で、まあ、美濃囲いですとねこう低い形なんですけど、やっぱりこう飛車がねやっぱ楽ですよね、この飛車が。はい。私はまあこう飛車を楽にすべくちょっとこの子を伸ばしてね、まあ、銀が2六銀とか出てくるような手を防いでるということですね。はい。大体まず3六歩と受けてきました。
そうですね、この辺から本当難しいですね。5四歩と突く手もあるし、まあ、玉が入場する手もありますしね、こちら私の方ね、こうね、歩を突くとこう飛車先の歩を交換されそうだっていうのが一つですよね。端の位も取ってみますかね。難しいですね、これね、端の位、まあ、この歩を突かない指し方もものになりますね。相手方も歩を突いてやっぱ広くしてこようと。5四歩と突いてみましょう。これはね、5六の銀がちょっと邪魔なので、5五歩と突いてね、迎撃してしまおうと。で、まあ、4五銀狙られ筋なんですけど、この2五歩と1五歩突いたことで、まあ、少しね、私の飛車が楽になってるので、突くと突く手があるかな。先銀上がりますかね。これね、5五歩と突くと、もしかしたら6五歩とね、この角が浮いてるんで、5五歩と突くと6五歩の可能性があったので、ちょっと一旦ね、記帳してみました。で、相手の方も飛車先の歩交換ですね。で、こう受けて、まあ、飛車どこに引くか、1個引いてこの歩を狙ってくる手もありますが、まあ、それに対しては2四飛車とね、受ける感じになりますね。まあ、あとは5五歩と突く手もあるかもしれません。さあ、どうなんですかね、こういう将棋。やっぱり矢倉がこう、結構ね、飛車に対して、まあ、対照的ですよね。私の方はこう、王様がね、美濃囲いで低い形で、相手の方はこう上部にね盛り上がって上からの攻めに強い。ただまあやっぱり矢倉に組むの時間がかかるので、王様はまだ、2八のね定位置よりは場外に出ているということですね。まあここは4五歩と強くね、6五歩ですか、6五歩と突く手が一応ありますね。ありますね。角が浮いているので、まあ、5六歩と取れば8八2二角ない。ただまあ銀打ちの傷があるんでね、相手の方も強く戦えないということで銀を下がってきましたね。さあ、ここら辺からね、まあ主導権争いになってきますね。どうしますかね。まあ、結構攻め合いになりそうですね、これはね。ちょっとついて。というのも、もう相手の方もね、これ銀下がって苦しそうですけど、7六銀から7五銀、8八飛車まで回ると、まあ結構ね、いい攻めの形になるんですよね。で、私の方も銀を上がって、これ8八飛車と寄ろうってことでしょうね。まあ、美濃囲いの弱点の一つである、まあ玉頭ですよね。玉頭の方はやっぱり矢倉と美濃囲いですとね、まあ、段違いなので、そこの辺りをね、相手の方は突こうという考え方ですね。こう使って、まあ私の方は着々と石田流のね、本組の形に組んでいきます。まあ8八飛車ですかね。この銀が浮いているので、一応私はそのところがね、まあ嫌なところというかね、嫌味なところです。結構ね、こう飛車角銀で、まあ、次3三桂と飛べば攻めの形は万全なんですけれども、やはりこう8八飛車と寄って7六銀から7五銀でこう玉頭をね攻めてくる手が、そうなんですよね、飛車寄って攻めてくる手があるので、私の方もねそんなにね、なんていうんですかね、もうゆっくりしてられるような状況でもないんですよね。どうしますかね、これね、4五歩同歩同銀で一歩交換しておけば、この歩をついてね、まあ6四歩と突くとこう十字飛車の筋をね軽減できるんですよね。次こう8四歩同歩同飛車とか8四歩同歩8二歩同玉8四飛車とかね食らってしまうとこの銀狙われちゃうんで、まあ、この方向交換すれば穏やかなんですけどね、若干ちょっとまあ不満かなというところもあるんですね。どうしますかね。まあでも2四5歩同歩3三桂っていうのは一つの考え方です。ただ4六銀と上がってきて、まあそれがどうなるか。で4五銀同銀同桂4六歩ですか。まあなかなかねやっぱり矢倉硬いのでね攻めてくださいので、まあ歩を突けば穏やかですね。歩を突いてますか。まあ、これを突くことで、8四歩同歩同飛車の時にこうクッションをね銀の脇に歩をクッションを置いてるんですよね。8四歩同歩同飛車8三歩6四飛車と、歩を取ってくる手には6三金と上がれば、手順にね飛車を歩を取りに飛車を捕獲できるので、まあ、この銀をね浮いてる銀を狙われそうなのでこう緩衝材をね間に張ったようなイメージです。まあここで考えられるのはね、やはり相手の方強い方ですね。やっぱりここの数手が、まあどちらがね、まあ攻めの形を先に築くかとかね、まあそうですよね、こういう手がね、あるんですよね。で、同歩ならば十字飛車、同銀なら5五角と出てということでしょうね。いや、とっても強い方ですね。同銀と取らせて、多分5五角と出て、まあ少しね、あ、こちらですか、こう飛車回ってこようってことですかね。同歩同飛車で、あ、なるほど。これもありますね。で、こう、6四飛車と回ろうと。これ、歩打たないと次、8二歩と打たれちゃうとね、厳しい8三と次回ろうとね。なるほど。技の掛け合いのような予想を呈してきましたね。これで銀が危ないんですが、私は銀を引いてと。で、まあどうなんですかね。この飛車が、まあちょっと狭い格好なのが、まあ相手の方としては怖いですが、まあ6五歩同銀とね、やっておくことで、この銀がね、まあ5四にいると今のところで6三金と手順に上がれたんですけれども、この6五の銀が、不安定だよというのが相手の主張ですね。まあ、ただこの飛車がね、このやっぱ狭いところに、こう飛車がかなり狭いところに来るんで、これがどうですかね。
なるほど、金を出たら飛車をぶつけてこようということですが、これ激しくなりましたね、一気に。どうなんだろう、銀を引くと飛車ぶつけてきますかね。これ6六飛車という4四飛車という手と7四飛車という手2つ狙ってるんで、私の方もこれ結構難しいですね。金が真っ逆手切ってくるんですかね。ただ飛車打てるからな。いやいや、これはねちょっと決戦含みなので考えざるを得ないですね。どうしましょう。まあ、金が上がるとこう飛車をぶつけてくるってことですかね。同飛車同角、それもどうですかね。ただ王手になるんでね、こっちの方も。いやー難しいな。なるほど。いやいや、なんとも言えない感じですね。王手になるの嫌かな。ただこう7四飛車同歩9一角成を狙ってますからね、相手の方もね。いやどうしよう。いや難しいですね。これちょっと迷いますね。角を引くと飛車ぶつけ、どっちも飛車ぶつけてくるんですかね。金立った場合に飛車ぶつけてきて飛車切ってきて取って、まあ最後飛車打ち込んでどうですかね。私の方も飛車打ちが相当きつい手なんで、金立ってみますか、ちょっとね。これは6六飛車の方を嫌ってます。で7四飛車と切られる手があるんで、まあ、7四飛車同歩9一角成が、まあ、結構こちらとしては損害なんですが、まあ、ただ王様はこれ場外なんでね、6九飛車の打ち返しが結構私の方としても、まあ、狙いであるんですよね。まあ、あるいは8八飛車とか8八飛車とかね。だからどちらもあるので、まあ、相手の方もこれ飛車切ってこれるかどうかですよね。まあ、7四飛車同歩9一角ね、部分的には大成功なんですが、8八飛車とか6九飛車の打ち返しが、まあ、かなりきつい手なのでね、果たしてその2枚替えなんですけれども、それでいいかどうかっていうね、問題がありますね、これね、相手の方も。まあちょっと考えられてますね。ここは考えますよね、当然ね。あと8二歩というひねった手もありますかね。同玉ならば7四飛車、6四金ならまあ歩を成って8一歩成から6四角と取れば一応金桂とね、こっちのシンプルな方でしたね。これでまあ今日取れば、まあ、2枚替えで、まあ確かに2枚替え自体はね、非常に大きなポイント。まあ私の方も怖い形ですね。これはどうしましょう。まあ6九飛車の方が厳しいかな。8八飛車ですと一応7八銀打ちというね、受けの手があるので、まあ、こちらを打ちました。ただ、どうでしょう、これね、桂取って。私は桂取り返したら、これ相手の番なのがね、相手の方の番なのが怖いとこですね。何か厳しい手があると、歩ですか。着実な手を選ばれましたね。桂馬を飛んで歩になって、どうなんだろう。桂馬を飛んで、歩をなって玉を上がって、そっちの方がいいですかね。桂馬を逃げますか、一回ね。歩なられちゃうんですけど、それで王様を脱出しようという発想です。はい。ただ、この飛車角がね、働いてないのが、私の方も怖いところですね。ただ、6六桂っていう手がね、私の方も厳しい狙いなので、これは同銀と出ますと桂馬取られちゃうんでね、逃げます。で、8二とには6三銀とかわして、一応この竜がね、8三の地点に効いているので、まあ、8三と使われるのが一応脅威なんですけど、その手がないということですね。はい。で6六桂、ちょっと途中になってしまうんですけど、6六桂っていう反撃がねすごい厳しいんですよ。まあこれ銀取られるの嫌なんでこう上がっといて、まあ形はね8三と引かれちゃうそうなんですけど、同竜とね竜が効いてるのがぴったりですね。そうですね、これ竜が効いてるんですよ。これがね結構ぴったりなってて、まあこれを竜が引けないとね8三とすごいきつかったんですけれども、ちょっともしかしたら相手方うっかりされたかもしれないですね。同竜でこう手順にこうと金が払えたんで、まあ安定度がね増しましたね。まあこの飛車角やっぱね、やっぱこう盤面見ていただいてね、まあ私の方がこう飛車桂と銀香の交換で、まあ駒得なんですけど、こう3四の飛車とね1三の角、これまあ4五歩とつけると働いてくるんですけれども、この局面で全く働いてないのがね、まあ皆さんお分かりいただけると思うんですよね。だからこうなってしまうと結構駒得でも、大変ですよね。これは手筋ですね。先ほど言った6六桂をね手順に消した手ですね。どうしましょうかね。これ一回ね手筋で中合いするような手もありますね。中合いしてみますかね。いや6五歩と打つ手もあるし、まあ、欲張るならちょっと叩いたりしてね、ちょっと、なんていうんですか、先ほど言った、まあ、6六桂をね目指す手もあります。6七歩と打ってみますか。ちょっとね、ちょっと欲張り気味に。これは同香ですと6六歩同香6五歩で、まあ、その香車をね召し取ってしまうし、まあ、6六桂とね打つ形もバラン残すってことですよね。まあ、6四歩と下から打てば香の銀取りを防げるんですけれども、ここに歩を打ってしまうと香車がこうずっと効いているので、先ほど言った6六桂という私の狙いがね、させないんですよね。なのでこう6七歩とあえてこう犠打ですね、犠打。これで同香と取ってくればあと歩が2枚あるので、6六からね止めてしまうって銀打ってきましたね。やっぱこういじめられるだけの駒なんでね辛いんですよ。やっぱりこうこちら側ね遊んでると、まあ、どうしますかね。まあこう大馬をねできれば相手の方取りたいってことでしょうね。飛車を寄るか引くかどっちがいいかな。引くと1四銀成でまたいじめてくるんですかね。まあそれ丁寧に逃げてますかね。
そっちの方がいいかな。まあ1個引きますか。まあ寄る手もありますね。寄って3二銀成で手番もありますね。そっちの方がいいかな。まあちょっと難しいですね。迷いますね。見ましょう。まあ一応、まあどっちもあります。3三飛車もあるところでしたね。はい。で、まあ竜をね、使っていきましょうか。すいません。ちょっと竜がね。ね、これ竜を使ってこの時に6六桂が残っているところですよね。さっき6四に歩打つと硬いんですが香車が効いていて6六桂を打てない。そうですね、こう走ってきた時に歩を2枚持っているので、まずねこうやって、まあ、相手のねなんですかよく働いている守りの香を召し取ってしまうというね。まあ、ただ歩がね歩切れになるので、まあ、歩が少ない時にはねあまりできない手筋ですね。歩をちょうどこうなんていうんですか枚数的にぴったり持っていたんでね今回は。まあやっぱりと金が取れたの大きかったですね。こう8三の地点でと金が取れたので相手の方の攻めがね細くなりましたね。繰り返しなんですけどね、私の方もこの飛車角が遊んでいるんでねそんなに褒められた形ではないんですが、やはり先ほどねと金を取ったことで、まあ、相手の方の攻めもね細くなったんですよね。まあ一応こう9一の馬と3二の成銀、そして6六の香ということでね、こうぼんやりとこう攻撃態勢にはなっているんですが、まあ、守りの駒もね、まだ金銀桂金で、金銀3枚と桂馬、さらにまあ8八に竜がいるので、まあ、ちょっと切れ模様ですね、攻めがね。これ5五馬ですかね。あ、5六金でした。これやっぱ6六桂を打たれたくないということですね。これはまあ桂馬になりまして、まあ、おそらくね、守り駒ですけど、使っていかないと攻めが続かないということでね、だと思います。まあ、ただ次6七成桂が非常に厳しい攻めですね。まあこう相手の王様を攻略するときに基本的に飛車をですねこう相手の王様と同じラインに置いてその間にある銀を攻める、こういう形ですね。竜を王様と同じラインに引いてその間にある駒を攻めるっていうのが、まあ、寄せの基本というかこれすごいよく出てくる形なのでぜひ覚えていただければなと思います。こう飛車をね王様と同じところに置いて間の駒を狙う、これがですね取れないってことですね。普通はこう銀でタダなんですけど王様がねいるので取れないと。そうですね、これで、まあ、どちらで行く手もありますね。竜で行きますか、成桂で行く手もあると思いますね。はい、竜で行って、まあ、これはスピード重視ですね。着実に行くなら成桂で行く形もあります。そして桂馬を取ってこられましたが、これは詰み筋に入りましたかね。桂馬を打って、まあ、詰みはないかもしれないですけど、そうね、桂馬を打って、まあ、同金なら3八金から攻める手があるし、玉は数3九銀ですね。はい。ありがとうございました。素晴らしい将棋でした。ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、将棋ウォーズで実況対局の方をやっていきました。戦型はね、相振り飛車になりまして、どちらもね、三間飛車に構えるということで、相振り飛車の中でも三間飛車同士っていうのはね、またちょっと独特な味がある作戦なんですけれども、まあその辺の方ね、また解説編の方でゆっくり解説していきたいと思います。そちらの方もぜひぜひお楽しみいただければなと思っております。はい、この番組良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。